山は日本で最も高い山であり、世界文化遺産にも認定されています。その美しさから様々な絵画のモチーフとなっており、紙幣に採用されていることからも日本の象徴と言えるでしょう。しかし富士山は古くから現在のような位置づけをされていたわけではありませんでした。ではどのようにして富士山は日本の象徴となったのか、その歴史を紐解いていきましょう。周辺の遺跡の痕跡から富士山は紀元前2000年頃の縄文時代中期には信仰されていたことが分かっています。しかしこの時期に富士山から離れた地域の人々に信仰されていたという証拠はありません。富士山が初めて文献に登場するのは釘が力を持っていた8世紀初頭、奈良時代のことです。この時期の富士山は火山活動が活発でした。そのため富士山は炎のように燃える連母感情の象徴とされ、公家たちが読む和歌の題材にされていました。また9世紀後半から10世紀前半の平安時代に成立した日本最古の物語、竹取物語にも富士山は登場します。この物語では富士山頂が最も天に近い場所とされています。この時期には富士山が日本の最高峰であると認識され、神聖視されていたことがわかります。一方で富士山が火山であったこともあり、この時期に登山の風俗は根付きませんでした。またこの時期、日本の都は近畿にあり、多くの公家や文化人はここに居住していました。彼らにとって富士山は遠方の山々のうちの一つに過ぎませんでした。こうしたことからこの時期の富士山は人々から遠い存在であったと言えるでしょう。武士が力を持つ13世紀鎌倉時代になると、鎌倉が仮の都となりました。これを受けて近畿と鎌倉の往来が活発になり、その2つをつなぐ街道の整備が進みます。街道が整備されることで人々は容易に移動できるようになり、裕福な人の中には各地を旅する者も現れ始めました。彼らは普段見られない富士山について日記や紀行文に書き残しており、これらの書物が人々に伝わることで富士山はより多くの人たちに知られるようになりました。また富士山の噴火が収まっていた鎌倉時代には山中で修行を行い、悟りを目指す修験道が盛んでした。天に近い富士山はその修行場として重要視され、人々が富士山に登る機会が増えていきました。芸術の面では修験道の影響もあり、富士山は宗教的な絵画として描かれるようになります。この絵では富士山頂に鎮座する神と登山者が描かれており、人々は神々と触れ合うことを目的に富士登山をしていたことがこの絵から伺えます。この時代では人々は富士山により近い場所で生活するようになり、富士山を見聞きする機会が増えていったと言えるでしょう。そして富士山は信仰の対象としての地位も確立し、人々は富士山と近くなったのです。16世紀まで戦乱が続いた日本ですが、17世紀江戸時代に入ると平穏な時代が訪れます。この時代には日本の中心地は江戸、現在の東京へ移り、目覚ましい発展を見せた江戸は世界一の人口を誇るほどになっていました。
京都の2倍以上の人口を有するようになった江戸は、日常的に富士山が見える都市であったため、これまでにも増して多くの人々が日常的に富士山を眺め、愛着を持つようになっていったのです。また、この時代には街道の整備がさらに進み、民衆も豊かになったことで、娯楽としての旅行が大流行し、その中でも特に江戸からも近い富士山に登ることはレジャーとして大人気となりました。こうして富士山はそれまでの宗教性に加え大衆性も獲得し、人々の日常的な拠り所となっていきました。やがてそこに美しさを見出すものも現れ、多くの傑作といえる浮世絵の題材となります。こうした絵画は民衆の間にも広まっていき、いつしか日本人の中の美しさの象徴となっていきました。こうして人々は富士山に宗教性、大衆性、美しさを見出していき、いつしか富士山は日本の象徴となっていったのです。元来日本人からは遠い存在であった富士山は、長い時間をかけて人々との距離を縮めていきました。富士山が日本の象徴と言われる背景には、人々と富士山の間で育まれた絆のような歴史があるのです。